こんばんは、カズです。今日はシカゴオヘア空港からのスタートです。これからエティハード航空のビジネスクラスに乗ってアブダビに向かいます。前回成田発のエティハードビジネスクラスは 787-9 でした。今日の機材は 777-300ER です。エティハード航空はシカゴに自社ラウンジがないので、提携の KLM エールフランスラウンジに向かいたいと思います。それでは行ってきます。このフライトに乗った時期はちょうどクリスマスシーズンで空港中デコレーションされていました。エティハード航空のチェックインは国際線ターミナルにあるターミナル5で行います。今回はエティハード航空ビジネスクラスでの旅行ですが、エティハード航空がワンワールド加盟エアラインでないため、シカゴにあるアメリカンのラウンジを利用することができません。利用できるラウンジはプライオリティパス提携ラウンジの一つ、KLM エールフランスラウンジです。ちなみにプライオリティパスで入れるラウンジはもう一つあり、KLM エールフランスラウンジのすぐ目の前にあるスイスポートラウンジです。どちらも覗いてみましたが、KLM エールフランスラウンジの方がラウンジ内は綺麗で食べ物の種類も多かったです。ラウンジ利用客が多くなるとアクセスに制限がかかります。最初に入れなくなるのはプライオリティパス保持者です。ビジネスクラス搭乗客が優先されます。サンドイッチ、スナック、スープ1種類、焼きそばとパスタが用意されてありました。ドリンクはビジネスクラスにしては種類が少なめです。もう一つのプライオリティパスラウンジ、スイスポートラウンジからは外は見れませんでしたが、このラウンジからはチューリヒ行きのスイス航空ボーイング 777-300ER が待機していました。さて、エティハード航空ボーイング 777-300ER のビジネスクラスはどんななんでしょう。搭乗するときに自分の周りを見て気がついたんですけれども、中東系、インド系の人がほとんどでした。ビジネスクラスの座席配置は121のスタガードシート。シートの色はクリーム色っぽく華やかとは言い難いです。今回のシートは窓側シート 8A。オットマンにはアメニティキット、メニュー、ブランケットが用意されてありました。このシートと壁の間に距離がある感じ、見覚えがあります。そうなんです。このシートはタイ航空のビジネスクラスに搭載されているシートと全く同じです。ステリア社のとても発音が難しいソルスティスシートというプロダクトネームです。何とも言えないデザインの読書灯。ちょっと科学の実験で使っていた TLC 用の UV ランプに似ています。リモコンは最近のエコノミークラスで使われているものと同じです。そしてタイ航空同様、シートとコンソールの間に小さな収納スペース、ここにヘッドフォンが入っていました。モニターは15インチとビジネスクラスにしては小さい方ですが、画質も悪くないため問題はなかったです。トレイテーブルを前に動かすことで食事中でも立ち上がることができます。面白いデザインだなと思ったのは、雑誌ホルダーのすぐ横に電源ポートがあったことです。シンガポール航空スイートクラスも同じようなデザインでした。ウェルカムドリンクは水、オレンジジュース、シャンパンの3種類、おしぼりももらいました。プッシュバックした時に見えたこの飛行機、真っ白の塗装ですが何者でしょう。エンジンが4つついているのでエアバス340かなとは思いますが、フライト番号 EY150、シカゴ発アブダビ着で1万キロを超える長距離船、フライト時間は13時間です。離陸後早速シャンパンをいただきます。フライトの後半にクルーから聞いた話ですが、今日のフライトはビジネスクラス40席に対してクルーが3人という割合だそうです。他のエアラインに比べると
ビジネスクラスキャビンを担当するクルーの人数が1人から2人ほど少ない感じです。真ん中に2席隣り合わせで並ぶシートはカップルに最適です。他人だとちょっと距離が近すぎですが、通路側シートは通路ギリギリに設置されています。エティハド航空ビジネスクラスでは約5000円のシャンパンを提供しています。飲みやすいシャンパンでした。機内食はいつでもオーダー可能な食事と離陸後すぐに出てくるディナーがありました。機内食にいくつか種類があってメニューから選ばないといけないとき、皆さんはどういう基準で選びますか？私はメニューの一番最初に書いてあるものを選ぶことが多いです。20時発のフライトだったので、機内サービスが始まる頃には照明が落とされ、暗いキャビンでの食事となりました。最初はアラビックメゼ、パンや野菜をひよこ豆をペースト状にしたハモスにつけて食べる前菜です。スパイスと香草の香りがしていてとても美味しかったです。メインの一番上にあったので選んだのですが、ターキーって肉がパサパサしていることが多く、しかも空の上でなおさら乾燥しやすいので失敗したかなと思って食べてみたらびっくりです。とてもジューシーで美味しい。アメニティキットはボーイング 787-9 に乗った時のものと同じでした。まずは歯磨きセット、小さいボトルに入った香水、足裏に滑り止めがついている靴下、そしてリップクリームです。とてもベーシックなアメニティキットです。デザートはハーゲンダッツのアイスクリームもありましたが、ヘルシーにフルーツを選びました。アメリカで食べるフルーツは甘くないことがほとんどですが、これは日本で食べるフルーツみたいに甘く美味しかったです。13時間もあったので、ビジネスクラスキャビン前方にあるギャレーを探検してみました。チーラー、電子レンジ、オーブンなど全部含めてギャレーインサーツと呼びます。マーケットは大手3社で独占状態です。BE エアロスペース、ゾディアック、ジャムコ、飛行機の内装を手掛ける機材で、シートだけではなくギャレーで使うものも製造しています。前回成田から乗ったエティハド航空 787-9 との比較なんですけれども、ビジネスクラスシートは 787-9 に搭載されているシートの方が最新のため、見た目も新しくて綺麗で、そしてパーティションがこうスライドするためプライベート感があって、そっちの方がいいんですけれども、シート自体の快適さはほとんど変わりません。で、787-9 のビジネスクラスの最大のデメリットとして、アームレストですね。アームレストの位置が微妙で、肘を置くときに変な格好になってしまう。それがこの 777-300ER に搭載されているビジネスクラスシートはないです。なので意外と快適です。美味しい機内食を食べ、お腹もいっぱいになったのでシートをベッドにしてみましょう。天井の LED パネルの星を見ながらお休みです。皆さん、このマップ何の方向を示しているかご存知ですか？到着3時間ぐらい前にお腹が減ったのでインドカレーをオーダーしてみました。どんな食事が運ばれてくるんでしょう。楽しみです。このカレーすごい美味しかったです。豆腐みたいのが入ってて美味しいです。インドカレー風です。これも豆が入ったカレーです。今回のエティハド航空ビジネスクラスの機内食は全部当たりでした。先ほどのマップ、実はイスラム教の聖地メッカの方向を示したものだったのです。礼拝の時間になったらどの方向に向けばいいのか機内でも把握しておくためだそうです。
シート自体は古いけど機内食も美味しかったし、クルーは忙しそうだったけど対応は丁寧。大変満足のいくフライトでした。今回テキサス州オースティンからモルディブの首都マレまでのチケットは合計7万アメリカンマイルで予約しました。次の動画はインド洋に浮かぶ真珠と呼ばれるモルディブまでへのフライトです。それではまた次のフライトでお会いしましょう。